はい、じゃあ始めていきましょうか。今日は、ピーズキッチン第1回目ということで、あまとちゃんにもお手伝いしてもらって、いつもおやつで作っている、米粉のグルテンフリークッキーを作っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パチ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 。はい、こちらが今回のクッキー作りの材料になります。ほとんどiHerbで購入したものになります。メインの材料は小麦粉ではなく、米粉、ホワイトライスフラワー、どちらもオーガニックのもので、こちらiHerbで買えます。そしてお砂糖はこちら顆粒のメープルシロップになります。こちらカリカリしてとても美味しいのでおすすめです。そして卵と、あとですね、隠し味というか少し栄養価をアップするために、ビーツパウダーと朝炭のパウダーも粉類に混ぜます。こちらのビーツパウダー、オーガニックビーツパウダーはiHerbのもの。あとヘンプスの朝炭 100% パウダー、こちら細かくてとても混ざりやすいのでおすすめです。あとこちら沖縄の、ハッピーモア市場で買ったビーツパウダーも使ったりしてます。レイチェル・クーさんが言ってた名言の通り、クッキーにお塩を入れるとクッキーが元気になるということで、お塩も少し入ります。クッキーのバター、オイル、今回は、ギーを使います。バターとかココナッツオイルでも大丈夫なんですけど、このオーガニックグラスフェッドのiHerbで買えるギーがとっても美味しいのでおすすめです。はい、ではまず最初は粉類を測っていきましょう。まずオーガニックライスフラワー、オーガニックライスフラワーと、今回はオーガニックココナッツフラワーでグルテンフリーで作っていきます。はい、じゃあ測るのを手伝ってくださいね、なちゃん。これで測りのメモリをボールを乗せて0にします。そしてまずは米粉 140g 入れます。トマトが入れた。はい、ぜひ、そうボールの上でポン、ボールの上でポンで 140g だから結構いっぱいなので、いっぱい入れようか。じゃあちょっとお手伝いしてザーッと入れます。一回、ザーッと入れるよ。でここのさ、メモリを見といてね。140になったら教えて。これ何グラム？92？そう、92グラム。じゃあまだまだだね。140だからね。これはわかる？140。はい、140になりました。 OK。 次にね、ココナッツ粉を 60g 入れて 200g にしてください、全部で。はい、じゃあ 200g にしてよ。200になる。200。200。だから200、OK。これで OK です。このボウルにね、ちょっと隠し味のビーツパウダーと朝炭パウダーを混ぜちゃうよ。あとお塩もね。じゃあビーツパウダー、朝炭パウダーちょっと入れるよ。黒い。そう。あんまりそこまで色がつかないぐらいでいいからね。味も変わらないしね。はい、このぐらい。ティースプーン1杯分ずつぐらい入れました。小学生になったらさ、またバレエさ、学校の後に習う。そうだね。次はちゃんとよそ見しないから。よし、こうやって粉をね、この泡立て器で混ぜるのは振るのと一緒の意味があるので、振るより楽ちんで、この泡立て器で粉を混ぜた後にそのまんまこの泡立て器を洗わないで次の
砂糖とかバターとか混ぜるのそのまま使えるので楽です。ママ、紫色になってきた。そう。はい、このぐらいまでしっかり混ぜました。オーブンは170度に予熱しておきましょう。次にギーを 100g。ギーっていうのは無塩バターからタンパク質、水分、不純物を取り除いて純粋な脂肪分だけを集めた質の良い、油のことです。でキウイは消化促進、腸内環境を整えて免疫力アップしたり抗酸化作用が高いので、普通のバターよりも私はこちらの方を好んで使ってます。そしてお砂糖 80g 加えていきます。顆粒のメープルシロップを使ってるんですけど、これはもう味が美味しいっていうのと、あと焼いた時にちょっとカリカリ残るのが食感が楽しいのっていうこともあるんですけど、メープルシロップは GI 値が低いので普通のお砂糖と比べて血糖値の上昇を抑える働きがあります。血糖値が急に上がるとイライラしたりとかするので、血糖値が上がらないよう GI 値が低いものを選ぶというのもまた健康に良いと思います。はい、じゃあさっきの、粉を混ぜた泡立て器をそのまま使って混ぜてってもらいます。ブルブル。滑らかになってくるまで。そう、滑らかになるまでやるよ。すごく滑らかになってきましたね。クリームみたいになってきましたね。次はこの中に卵を入れていきましょう。卵。ママやって。いいよ。じゃあ割るのがいるから混ぜるのよろしくね。中にちょっとついちゃった。卵を入れて滑らかになってきましたね。卵もね、溶き卵にしなくて大丈夫です。そのまま、バターと砂糖を混ぜたものの中にそのまま割り入れて大丈夫です。卵がちょっと分離する感じになっても粉を入れるとまとまるので、そのまま入れちゃって大丈夫です。どれ貸して。ママ手がすごく早い。早いんですよ。大人だからね。いいなあ、大人って。ゴムベル。さあ次は先ほど混ぜておいて用意しておいた粉類を加えましょう。アマトが混ぜたい。はい、よろしくお願いします。とりあえずここにじゃあさーって入れる。まあいいや、これやるね。さあ、もう粉類一気に加えちゃって大丈夫です。米粉なので混ぜすぎとかもないですし。こうやって泡立て器にちょっとついた生地を取って、はい、左のお手でそうやって持ってで混ぜていきましょう。ちょっと生地が重いよね。次変わるからね。よし、じゃあお手伝いします。お菓子作り好きですか？楽しいよね。結構作ってるよね、やっぱりね。では、粉を入れてまとめた生地を、ゴムベラでこねて、こねた生地を半量に分けて、で半分をまず伸ばしていきます。じゃあ次綿棒で生地を伸ばしていきましょう。平らにしないといけないから、優しくコロコロコロって全部優しくコロ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 。だいたいね5ミリぐらいになるようにやってみてください。最初の方の生地は、結構柔らかいので、こういう単純な型の方が抜きやすいです。細かい複雑な型だとちょっと崩れちゃうかもしれないので、うさぎさんとくまさんで型抜きしていきます。はい、では型抜きができたのでオーブンで、170度で12分から15分ぐらい焼いていきましょう。うちのオーブンだと14分ぐらいなんですけど、ご家庭のオーブンによって結構温度が違うので、調整してみてください。1回目のクッキーを焼いている間に残った生地をまとめて、
ラップに包んで冷蔵庫で少し寝かせておきましょう。生地を少し冷やして少し硬くすることによって、次はもうちょっと型抜きがしやすくなります。なので少し難しい方でもできるかと思います。第1弾焼き上がりました。とっても美味しそうです。すごくいい香りがお部屋中にいっぱいになってます。第2弾を焼いていきます。冷蔵庫で生地を休ませたので、次はちょっと複雑な型でも綺麗にできました。はい、ですね、今回ピーズキッチン第1弾として米粉のグルテンフリーのサクサクのクッキーをお届けしてるんですけども、普段からね私はなるべく簡単なおやつは娘と一緒に作るようにしています。で、なんでかっていうと子供と一緒にお料理をしたりお菓子を作ったりっていうのは、子供の成長にねとっても良い働きがあるそうなんですよ。なんでお料理をね子供と一緒にするのがすごく成長に良いかっていうと、材料をね測ったりすることで算数的な力が身につくっていうことがあって、今日もやってもらったんですけど、材料をね測りに乗せて、何グラムにしたいからと何グラム入れようねとか、その前に数字を読む練習だったりね、これは何グラムですかとか、何十何とか100何十何っていう2桁3桁の読み方っていうのはうちの娘はお菓子作りで勉強しました。それでちょっと覚えましたね。はい、そして次に混ぜたりとか、材料を混ぜたりこねたり、あと型抜きをしたりとかね、伸ばしたりとか、今日はやってないんですけどフルーツを子供の包丁で切ったりとかで、そういう手先をたくさん使うことがとてもいいそうで、手先をたくさん使うことで脳にとっても良い影響があるそうです。それから卵や粉やお砂糖、オイルとかそれぞれのね個々の材料を合わせて、そしたらこんなに美味しいお料理とかお菓子が出来上がるんだっていう、ゼロからじゃないんですけど一つのものを作り上げる達成感っていうことも味わえることができます。すごくね嬉しいですよね、子供にとってね。自分たちでね作ったものを食べるとなおさら市販のものも美味しいものもたくさんあるけど、自分たちで作ったらなおさら美味しく感じますね。うちで作るものだとね、材料にも自分でチョイスしたなるべく体にいいような材料を使うことができるので、安心して食べれるっていうこともあるし、サスミパウダーとかビーツパウダーとかギーとか、グルテンフリーにしたりとかっていう風に栄養価を高めることもできるので、焼き上がりましたね。はい、焼き上がりまして、そんな感じでとっても大人にも子供にもねとっても良いことずくめなので、はい、お子様と一緒に作っていただくのも本当に私はおすすめだと思います。第3弾最後のクッキーも焼けました。今回は全部で35枚焼けました。はい、では焼き上がりましたので食べてみましょうか。サクサクですね。ギーのバターの香りがとっても良くて、メープルシュガーがカリッと香ばしくて、米粉とココナッツ粉で作ってるのですごくサクサクです。どうですか？またおいしい。美味しいです。はい、どうぞ。どうぞ。